昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこどんぶらこと大きな桃が流れてきました。おばあさんは桃を拾って家に持ち帰りました。おじいさんとおばあさんが桃を食べようと切ってみると、なんと中から元気の良い男の赤ちゃんが飛び出してきたのです。おぎゃ。子供のいなかったおじいさんとおばあさんは大喜びです。老人ホームに入るための貯蓄も必要ありません。桃から生まれた男の子は桃太郎と名付けられ、すくすく立派に成長しました。ある日、桃太郎が言いました。鬼ヶ島に行って鬼を退治してきます。桃太郎はおばあさんにきびだんごを作ってもらうと、村の人たちに見送られて鬼ヶ島へ向かいました。旅の途中、犬に声をかけられました。桃太郎さん、どちらに行かれるんだい？なぜ俺の名前を知っている？腰の巾着に書いてあったものでつい。なんとおばあさんは鬼ヶ島へ向かう桃太郎を心配して、持ち物すべてに名前を縫い付けていたのでした。鬼ヶ島へ鬼退治に行くところだ。それではお腰につけたきびだんごを一つくださいな。お供しますよ。その前に、お前は本当に戦えるんだろうな。ここから先は足手まといはいらないぜ。もちろんですとも。私は昔ここらじゃ有名なワルだったんです。よし、採用。犬はきびだんごをもらう代わりに桃太郎の傭兵となりました。今度は猿に声をかけられました。桃太郎さん、どこへ行くんですか？お前も俺の名前を知っているな。だから書いてありますよ。犬の進言は届きません。鬼ヶ島に行くんだ。それはなんという強行。僕は昔両親を鬼に殺されているので、ぜひ同行させていただきたい。しかしこれは遊びではない。いくら事情があろうと、お前に力がなければ連れて行くことはできない。それではお腰につけたきびだんごを一つくださいな。そんな都合よくあげるわけにはいかない。そうではありません。騙されたと思って一つよこしてみなさいよ。仕方ない。騙されよう。猿はきびだんごをひょいっと口に入れると丸飲みにしました。するとどうでしょう。猿はみるみる形態変化し、霊長類最強と名高い吉田沙保里になったのです。なんと強大な力だ。素晴らしい、素晴らしいぞ。しかしこの体は燃費が悪いので、必要な時しかなれないんです。力には変えられん。採用。そして今度はキジに出会いました。桃太郎さん、こんにちは。なぜ俺の名を？そりゃあ桃太郎さんの名は広く知れ渡っていますよ。スーパースターです。そうか、俺も大きくなったものだな。どちらに向かっているんですか？鬼ヶ島へ鬼退治に行くんだ。
随分と危険なところへ赴かれるのですね。そういうことでしたら、お腰につけたきびだんごを一つくださいな。お供しますよ。お前は力を持っているんだろうな。私は力こそそちらのお二方には及びませんが、何と言っても飛べますし、相手を騙すことは一番の得意です。戦ではそういう力も必要か。よし、採用。それはありがとうございます。そうしましたら、今後の契約についてお伝えいたしますね。このきびだんごはお供代でございます。戦参加代やとどめを刺す行為などは別途料金となります。倒した敵の数でインセンティブが発生しますので、ご契約いただいたからには全力で取り組ませていただきますよ。そういうものか。世間は厳しいな。こうして力を手に入れた桃太郎は鬼ヶ島に到着しました。鬼たちは新しく盗んだ宝物を適切に管理するため、盗品をきれいにしたり、保管倉庫の整備に大忙しです。ここは島。宝物を守るために、特に水害対策に力を入れています。桃太郎たちは物陰に潜んで木を伺います。鬼たちが話す声も聞こえる距離です。かわいそうにな。劣悪な環境で保管されていたのにもかかわらず、よく頑張ったな。これからは俺たちが守ってやるからな。桃太郎たちは突撃しました。自分の正義を疑うなよ。行けー！奇襲を受けた鬼たちは抵抗を試みますが、叶いません。戦場で守るものがあれば、すなわちそれが弱点となってしまうのです。戦いにおいて大事なのは勝つこと。手段は選んでいられません。縦横無尽に駆け巡る桃太郎たちの様子は、血で血を洗うなんてものではなく、蹂躙そのものでした。間もなく戦が終わろうとしていた頃、辺りに家族の亡骸が転がる中で、鬼の大将が最後の力を振り絞って言いました。俺たちはただ文化を守りたかっただけなのに。敗者の言葉に耳を傾ける勝者などいません。鬼は全滅し、荒野となり果てた鬼ヶ島。桃太郎たちは取り上げた宝物を船に積んで、武勇伝を語りながら鬼ヶ島を後にしました。そして桃太郎とおじいさんおばあさんは一生分の富を得て幸せに暮らしましたとさ。おしまい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。